さっき駅でお餅の匂いがしてきて、もう我慢できませんでした。皆さんこんにちは、ホストの長谷川です。わかります。その気持ち。うちの店でも、この時期はずっとその匂いです。宮下さん、こんにちは。今日はお餅屋さんに来てもらいました。よろしくお願いします。宮下です。浅草でお餅を作っています。この動画は N4 レベルのリスニング練習です。お正月が近づくと街の空気がなんだか変わりますよね。そうなんです。お餅をつく音が聞こえてくると、私も気持ちが引き締まります。今日はそのお餅の話と初詣の話をたっぷり聞かせてもらいます。文法のポイントは最後にまとめてご紹介しますね。お餅屋の裏話、結構たくさんあるので楽しみにしていてください。楽しみです。それでは早速聞かせてください。実は、初詣という習慣、昔は今と少し違う形だったんですよ。そうなんですか？今はみんな元旦に神社に行くイメージですけど。江戸時代には、大晦日の夜から神社にこもる習慣があったんです。こもるですか？今の感覚だとちょっと想像しにくいです。一家の主人が、地元の神様に一晩中お祈りをしていたそうです。それが今の初詣につながっているんですね。はい。その後、この習慣は二つに分かれていきました。二つですか？どんな風に分かれたんですか？大晦日の夜にお参りする方と、元旦の朝にお参りする方です。なるほど、今でも両方の人がいますよね。それと、恵方参りという習慣もありました。その年の縁起がいい方角に行くんです。方角を毎年確認していたんですか？はい。占いのようなもので決まっていて、それに従って神社を選んでいたんです。近い神社でも方角が違えば行かなかったということですか？そういうことです。この恵方参りは、明治時代の終わり頃まで続きました。それがいつ頃今の形に変わっていったんですか？鉄道が発達してからです。方角よりも、有名な神社に行きやすくなったんです。電車があれば遠くの神社まで行けますもんね。鉄道会社自身が、有名な神社への参拝を宣伝していたらしいですよ。それはお客さんを増やすためだったんですか？その通りです。ビジネスとしての側面も、確かにあったみたいです。伝統と商売が意外なところでつながっているんですね。昭和の中頃になると、夜中まで参拝できるようになりました。それって生活のスタイルが変わったからですか？そうです。働き方も変わって、時間の使い方も自由になっていったんです。今も大晦日の夜からすごい行列ができますもんね。人気のある神社だと、深夜でも人がびっしりです。日本全体で神社ってどれくらいあるんですか8万くらいあると言われています。数だけ聞くと、ちょっと驚きますよね。そんなにあるのに、みんな有名な神社に集まるんですね。近所の小さな神社も、ちゃんと初詣の場所として大切なんですけどね。うちの実家の近くにも小さな神社があります。毎年家族で行っています。
そういう地元の神社の方が、混んでいなくてゆっくりお参りできますよ。初詣の時期っていつまでのことを言うんですか？一般的には、1月の3日までと言われています。それを過ぎたらもう初詣にはならないんですか？地域によっては、もう少し長く見てくれるところもあります。関東だと7日までとか。関西だともっと長いって聞いたことがあります。そうですね。15日くらいまでとされている地域もあります。松の内と呼ばれる期間です。松の内というのはどういう意味の言葉なんですか？お正月の飾りである門松を、まだ出している期間という意味です。それを過ぎるとお正月気分も少しずつ終わっていくんですね。そうですね。街の飾りも片付けられて、日常に戻っていく感じです。宮下さんご自身は毎年初詣に行くんですか？もちろんです。うちの店のすぐ近くに浅草神社があるので。浅草寺のすぐ隣にあるところですよね。そうです。お寺と神社が並んでいるのは、実はちょっと珍しい景色なんですよ。それってお参りの作法も違うんですよね。はい。そこがまさに、皆さんに知ってほしいところなんです。まず、鳥居をくぐるところから、もう作法が始まっているんです。くぐる前に何かするんですか？軽く一礼してから、くぐるのが基本です。それ、いつも忘れちゃいそうです。急いでいるときは特に。それから、参道の真ん中は歩かないようにします。真ん中は何か特別な意味があるんですか？真ん中は神様の通り道とされているんです。だから、橋を歩くのがマナーです。なるほど、神様の道を開けておくということですね。次に、長寿者という場所で、手と口を清めます。順番が決まっているんですよね。はい。まず右手で柄杓を持って、左手に水をかけます。左手からなんですね。次に柄杓を左手に持ち替えて、右手に水をかけます。それから口をすすぐんですか？はい。もう一度柄杓を右手に持って、左手に水を受けて、口をすすぎます。柄杓に直接口をつけちゃいけないんですね。そうなんです。マナー違反になってしまいます。最後はどうやって終えるんですか？柄杓を立てて、残った水で絵の部分を洗い流します。柄杓自体もきれいにしてから戻すんですね。そういうことです。それが終わったら、いよいよ本殿に向かいます。本殿の前ではどうすればいいんですか？まず、お賽銭を入れます。それから、鈴があれば鳴らします。鈴の音で神様に気づいてもらうということですか？そう言われています。それから、二礼二拍手一礼という作法をします。2回お辞儀をして2回手を叩いて最後にもう1回お辞儀ですよね。よくご存知ですね。まさにその順番です。でもお寺だとこの作法は違うんですよね。大きく違います。お寺では手を叩きません。じゃあどうやってお参りするんですか？静かに手を合わせて、心の中でお祈りします。合掌と呼ばれる形です。
音を立てるかどうかが大きな違いなんですね。そうです。神様は音で気づいてもらう。仏様は静かに祈る。というイメージです。見た目で神社とお寺を見分ける方法ってあるんですか？一番わかりやすいのは、鳥居があるかどうかです。鳥居があれば神社です。お寺には代わりに山門みたいなものがありますよね。そうです。それから、お寺には香炉という、お香を焚く場所があることも多いです。お参りの後はみんな何をするんですか？おみくじを引く人が多いですね。それから、お守りを買う人もたくさんいます。おみくじの結果が悪かったらどうするんですか？木の枝や、専用の場所に結んでいく人が多いです。結ぶことで悪い運をそこに置いていくということですか？そう考えられていますね。持ち帰る人も、もちろんいますけど。宮下さんは毎年おみくじを引くんですか？引きます。良くても悪くても、なんだか気持ちが引き締まるんですよね。私も同じです。結果よりもその儀式自体が好きなのかもしれません。そういえばお餅とお正月ってなんでこんなに結びついているんでしょお餅つき自体が、年末の恒例行事だったからなんです。う。昔は家族や近所の人たちでついていたんですよね。そうです。一人では絶対にできない作業なので、自然と協力が必要になります。木と臼を使うあのイメージですよね。はい。一人がつく係、もう一人が返す係で、リズムを合わせるんです。息が合わないと大変なことになりそうです。手を挟んじゃう人もいるので、実は結構危ない作業なんですよ。そういう共同作業が地域のつながりを作っていたんですね。まさにそうです。だから、お餅つきは団結の象徴のようにも言われています。できたお餅はそのまま食べるんですか？一部はすぐ食べますが、一部は飾りにします。鏡餅というものです。丸いお餅を2つ重ねてみかんを乗せるあれですよね。そうです。あの丸い形は、昔の鏡を表しているんです。鏡って神様と関係があるんですか？あります。昔、鏡は神聖なもので、神様が宿る道具だと考えられていました。だから鏡餅という名前がついているんですね。室町時代頃から、この習慣が広まったと言われています。上に乗せるみかんにも意味があるんですか？あれは、みかんではなく橙という果物です。橙という言葉にかけているんですよ。家族が代々続きますようにという願いが込められているんですね。よくできた言葉遊びですよね。日本語らしいなと思います。鏡餅はいつまで飾っておくものなんですか1月11日頃に鏡開きをします。開くという言葉を使うんですね。割るとは言わないんですか？そこがポイントなんです。刃物で切るのは縁起が悪いとされていて、木槌などで割ります。なぜ刃物だと良くないんですか？神様との縁を切ることにつながると考えられているからです。だから開くという縁起のいい言葉を使うんですね。そうです。割れたお餅はお雑煮やお汁粉にして食べます。
お雑煮って地域によって全然違うって聞いたことがあります。かなり違います。関東は醤油ベースで、お餅は四角いことが多いです。関西は確か白味噌でしたよね。はい。それに、お餅も丸いものを使うことが多いです。なぜ形まで違うんですか？関西の丸い形には、家族円満という意味が込められているそうです。四角と丸、それぞれにちゃんと理由があるんですね。具材も地域でかなり違います。鶏肉を入れるところ、里芋中心のところ、いろいろです。宮下さんのお家ではどんなお雑煮を食べるんですか？東京なので、醤油ベースのシンプルなものです。小松菜と鶏肉が入ります。お餅屋さんの家のお雑煮、なんだかすごく美味しそうです。お餅だけは、さすがに自信があります。焼き加減も、家族みんなこだわっています。お餅って、実は昔、仙に行く人の食べ物でもあったんですよね。そうなんです。腹持ちがいいので、武士たちが携帯食として持ち歩いていました。お米をそのまま持ち歩くより便利だったんでしょうね。エネルギーが凝縮されている感じですもんね。腹持ちの良さは、今も変わりません。お正月にたくさん食べるのも、そう考えると理にかなっている気がします。エネルギーを蓄えて、新しい一年を頑張ろう、という意味もあるかもしれません。宮下さんのお店では、鏡餅も作っているんですか？はい。実は、近くの神社に納める鏡餅も、うちで作っているんです。それは、すごい話です。神社に届けるお餅を作っているなんて。祖父の代から、ずっと続けている役目なんです。ちょっとここで、皆さんにも聞いてみたいです。皆さんの国にも、新年に食べる特別な食べ物ってありますか？コメント欄でぜひ教えてください。さっきの神社に納める鏡餅の話、もっと詳しく聞きたいです。うちの店は、祖父の代からもう70年くらい続いているんです。70年ですか？それは地域でも有名なお店なんじゃないですか？ありがたいことに、そう言ってもらえることもあります。お祖父さんが始めた時から神社との関係があったんですか？そうなんです。もともと神社の近くで商売を始めたのがきっかけでした。近くにいたことがそのままご縁につながったんですね。神社の方からお餅を頼んでみようかという話になったらしいです。それからずっと続いているということですか？はい。父、そして私と3代にわたって作らせてもらっています。3代続く役目ってなんだかすごい重みがあります。プレッシャーも正直あります。神様に納めるものですから。作るときにいつもと違うことをするんですか？お米を選ぶところから特に丁寧にしています。普段のお餅と材料から違うんですね。そうです。それに、作る前には必ず身を清めるようにしています。身を清めるというのは具体的にどういうことですか？冷たい水で手を洗ってから作業に入ります。気持ちを切り替える意味も大きいです。それはまさに長寿者の考え方に似ていますね。言われてみれば、確かにそうですね。
今まで意識したことがなかったです。子供の頃からお店を継ぐつもりだったんですか？正直、そうでもなかったんです。高校生の頃は、他の仕事に興味がありました。それがどうして今のお仕事に戻ってきたんですか？大晦日の日、店を手伝っていた時、神社の方がお餅を取りに来たんです。それが何かきっかけになったんですか？今年もよろしく頼むねって言われて、なぜか胸がじんとしたんです。その一言で気持ちが変わったんですね。自分が地域の一部になっているんだ、と初めて実感した瞬間でした。それから正式にお店を継ぐ決心をしたんですか？はい。大学を卒業してすぐ、父に弟子入りしました。お父さんは厳しかったですか？かなり厳しかったです。お米の蒸し方一つで、何度もやり直しさせられました。始めたばかりの頃は、蒸し加減の違いすらわかりませんでした。一人前になるまでどれくらいかかったんですか5年くらいですね。父に、初めてうまくなったと言われた時は、涙が出そうでした。職人さんらしい、いいエピソードです。毎年の大晦日はどんなスケジュールになるんですか？朝から晩まで、ずっとお餅をついています。ほとんど休む時間がありません。それは体力的にもかなりきつそうです。毎年、大晦日の夜はもうくたくたです。でも、達成感もすごいんですよ。そのまま初詣に行く体力、残っているんですか？不思議と、残っているんです。神社に向かう間に、気持ちが切り替わります。一年頑張ったからこそ感じられるものがあるんでしょうね。自分たちが作った鏡餅が、神社に飾られているのを見ると、いつも感動します。それは他の人にはわからない特別な感覚ですね。お参りに来ている人たちは、誰が作ったかなんて知らないですけどね。でも、宮下さんは知っているわけですもんね。それだけで、十分なんです。誰かに褒められるためにやっているわけじゃないので。お子さんにお店を継いでほしいと思いますか？無理には言いません。ただ、自分がそうだったように、いつか自然に心が動けばいいなと思います。その言葉、なんだかすごく温かいです。うちの子も、大晦日になると、店の手伝いをしたがるんですよ。それは将来が楽しみですね。まだわかりませんけどね。でも、あの一生懸命な顔を見ると、なんだか嬉しいです。最近は家でお餅をつく家庭って減ってきているんですか？かなり減りました。マンションだと、音の問題もありますし。確かに、杵でつく音って結構響きそうです。今は、スーパーやうちのようなお店で買う人がほとんどです。それでも、お正月にお餅を食べる習慣自体は残っているんですね。そこは、ほとんど変わっていないと思います。作り方が変わっただけです。若い世代の初詣の仕方も変わってきているんですか？スマートフォンで混雑状況を調べてから行く人が増えました。昔は行ってみるまでわからなかったですもんね。それから、SNS に写真を投稿するために行く人も、正直多いです。目的が少し変わってきているということですか？それでも、
実際に行けば、ちゃんとお祈りする人がほとんどですけどね。海外からの観光客も初詣に来るようになったんですよね。はい、かなり増えました。浅草のあたりは、特に外国の方が多いです。作法を知らずに来る方も多いんでしょうか。多いです。でも、周りを見ながら、自然に真似をしている人がほとんどですよ。そういう姿を見てどう感じますか？なんだか嬉しいです。日本の文化に興味を持ってもらえているんだなと思って。お餅も海外の方に人気が出てきているんですよね。そうなんです。うちの店にも、海外から来たお客さんが増えました。反応はどんな感じなんですか？つきたてのお餅を初めて食べた方は、みんな驚いた顔をします。あの食感、確かに他のお菓子にはないものですもんね。冷たいお餅しか知らない方も多いので、温かさに驚かれることもあります。そういう反応を見るのは、お店を続ける励みにもなりますか？なります。伝統的なものが、ちゃんと今の人たちにも届いているんだと感じます。これから先も、こういう文化がずっと続いていってほしいです。そのために、私たちができることを、少しずつ続けていこうと思っています。宮下さん、今日は本当にありがとうございました。さて、皆さん。お餅と初詣の話、どうでしたか？知らなかった作法ありましたか？会話の中で聞き取れなかった文法はありましたか？答えを言う前にコメントで予想してみてくださいね。それでは、今日出てきた文法を順番に振り返りましょう。まずは、テールです。動作や状態が続いていることを表します。浅草でお餅を作っていますのように何度も出てきましたね。次は、てしまうです。何かが完了すること、または残念な気持ちを表します。手を挟んじゃう人もいる、という文で出てきました。それからっていくです。これから先も続いていくことを表します。大切にしていきたいのように、いろいろな場面で使われていましたね。次は、たばかりです。何かをしてから、まだ時間が経っていないことです。始めたばかりの頃は、という文で出てきました。それから、酔うと思うです。自分の意思を表します。続けていこうと思っています、という文で出てきましたね。次は、つもりだです。前から決めている予定を表します。無理には言いません、という言葉の裏に、この気持ちが現れていましたね。それから、そうだの様態の形です。見た目からの判断を表します。大変そうですのように何度も出てきました。次はらしいです。聞いた情報をもとに話すときに使います。珍しい景色なんですよに近い形で伝文として使われていましたね。それからはずだです。当然そうなると考えるときに使います。はずですという形で確信を表す場面がありましたね。次はたらです。条件や過程を表します。結果が悪かったらという文で出てきました。それからてからです。ある動作の後で次の動作をすることです。卒業してすぐ
弟子入りしましたのように使われていましたね。次は、まです。ある時間がずっと続いている様子です。神社に向かう間にという文で出てきました。それからながらです。二つの動作を同時にすることを表します。周りを見ながらという文で出てきましたね。次は、あげる、もらう、くれるの表現です。物や行為のやりとりを表します。うまくなったと言われたという文の裏にも、この考え方が隠れていますね。次は、からです。理由を表すときに使います。音の問題もありますしに近い形で理由を説明していましたね。最後は、ようにするです。意識して、そうするように心がけることです。身を清めるようにしています。という文で出てきました。全部覚えなくても大丈夫です。少しずつ慣れていきましょう。もう一度聞きたいところがあれば、そこだけ見返してみてください。今日は鳥居の作法から鏡餅の意味まで盛りだくさんでしたね。お餅一つにもこんなに深い歴史があるとは思いませんでした。次の初詣ではきっと作法を意識しながらお参りできそうです。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。感想や質問もコメントで気軽に送ってください。宮下さん、最後に一言お願いできますか？皆さんも、ぜひ今年は、つきたてのお餅を食べてみてください。きっと、いつも食べているお餅とは、全然違う味だと思います。素敵なメッセージ、ありがとうございます。宮下さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。皆さんも今日は最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。皆さんの日本語の勉強が少しでも進みますように。機会があれば、ぜひ本物のつきたてのお餅も食べてみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。皆さん、良いお年を。